チャオトイテンラひろみです。私は今ベトナムのディエンビエンフーというところに来ています。ディエンビエンフーはディエンビエン省というところにありまして、省というのは日本で県みたいな感じだと思います。で、場所はですね、こちらを見ていただきますと、はい、お分かりかと思うんですが、ベトナムのかなり北の西の方にありまして、ラオスのすぐ隣、接しているようなところにあります。ディエンビエンフーというのはディエンビエンフーの戦いという、戦争関係の場所でとても有名なところであるんですけど、知らない方も多いと思いますので、どれぐらいの規模かっていうのを分かっていただくために人口が分かりやすいかなと思って、ウィキペディア曰く2017年時点で8万5千人ぐらいでした。で、日本でいうと茂原市とか日光市とかその辺りの感じの規模感です。じゃあ私も効果でお願いします。今回ですね、こちらのディエンビエンフーには桜祭りに呼んでいただけまして、昨日までステージで歌わせていただいていたんですけど、今日は一日ディエンビエンフーの街を見て回ろうと、戦争の爪痕というか、戦争関係の観光地もありますので、皆さんに紹介していきたいと思っております。で、今回ですね、私についてくださっている通訳さんお二人と一緒に今日は巡らせていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずね、ご飯をいただきたいと思うんですけど、ディエンビエンフーには民族がいくつかありまして、その中のタイ民族のお料理、お肉ですね。お肉です。これもお肉。めっちゃ綺麗な色。おこわ。không cần đĩa cho em cái bát thôi. さすが手際がいい。Ướp này là dặm khô, mình chỉ là dặm khô để được lâu nữa. Dặm khô để lâu, chị cứ lấy thử một cái ướp em. これね、おこわなんですけど、こうやって握っておにぎりみたいにしてピーナッツ塩をつけて食べるみたい。ありがとうございます。すごい、おにぎり文化ちょっと違うか。それではいただきます。すごい。すごいホクホク、ほんのり甘くって。これとこれ一緒に食べる。全部お肉と一緒に食べる。お肉と一緒にお肉をソースにつけて一緒に食べるんですって。どうですか？よかった。辛いけど辛すぎずにすっごくビールに合います。ビールが欲しくなった。ビールいる？ビール大丈夫です。ビールトムラーも。これはバナナの葉っぱで包んで焼いたもので、香草みたいなハーブっぽいのがスーッと香って、ハイボールそれではこちらの車で移動します。よいしょ。ディエンビエンフーはですね、ハノイとかホーチミンみたいにグラブがないので、配車アプリ使うことできないんですけど、タクシーとかは走ってます。そんな多くないけど一応走ってたり、ベトナム人の子供さんにタクシーあるのって聞いたら、電話したら来るよみたいな、電話しなきゃみたいな感じで言われたんですけど、一応タクシーみたいなのはあります。でも今日はレンタルか、お友達ですか？ソイさんのお友達ですか？お友達さんにいろいろ案内していただきます。連れて行っていただきます。今日まで桜祭りがあるということで、ようこそディエンビエンフーへという日本語の旗も飾られてます。ここでディエンビエンフーの戦いについて簡単に勉強しておきましょう。ディエンビエンフーの戦いは第一次インドシナ戦争の1954年3月から5月にかけて56日間にわたって行われました。ベトナムがフランスの植民地支配から独立を勝ち取った戦いです。第二次世界大戦後、フランスはベトナムを再び植民地支配しようとしました。ベトナムはソ連や中国からラオス経由で物資をもらっており、その経路を断つため、フランス軍はディエンビエンフーに基地を作ります。
自分たちの物資を運ぶための滑走路も作りました。ベトミン軍はディエンビエン風の地形を利用してトンネルや塹壕を築いてフランス軍と戦いました。フランス軍の滑走路の包囲作戦により死者数6000人、捕虜1万人を出し、最終的にフランス軍は降伏。ディエンビエン風から撤退し、ジュネーブ協定が結ばれて、ベトナムは自分の国を取り戻したということです。そしてベトナム戦争へと続くのでした。まずはですね、ド・カストリの司令部というところにやってきました。チケットが2万ドンで入れるとのことで、あ、すごい。ここはですね、フランス軍の司令部があったところです。あ、この人がド・カストリさん。フランス軍の嫌いですから、よくこの人のお花をこうするから、この辺だけ黒くなった。そうなんですね。こっちの人もフランスの人たちで、トップ、司令部のトップだから、お花が本当だ、剥げちゃってる。いやでもね、ベトナムの方からしたら本当にね、何とも言えない場所でもありますよね。どういう風に見ればいいのかっていうのも日本人とまた違いますもんね。そうですね。ここはフランス軍の基地の総司令部になったところだそうで、すごい、中に入れるんだ。おー、わあ、何これ、本当に秘密基地みたい。ここに住んでたんですね。これはそのまま当時のまま残されてるんですか？うわー、すごくひんやりして寒気がする。ここで作戦練ってたのかな。ここに地図がありますね。ディエンビエン風自体が山の中にあって、軍がとどまれるところっていうのが限られてたと思うんで、やっぱ作戦を練ってこの辺にフランスの基地を作ろうかって言って、そういう作戦を練ってたのかな。これは石でできてるんですか？なんかコンクリートの袋に砂を入れて固めていったんだ。これ昔は多分石じゃなくて、木だった。昔は石で、木で、でも今コンクリート今はにしました。ね、ちょっと技術が上がってきたからコンクリートで固めてるって感じなんだ。上もね、ちょっと錆びた感じの、なんだろうね、敷き詰められてる。Mình nói đến cái đấy, Nhật Bản mình nói đến cái Nhật Bản. Cảm ơn. Xin chào. 涼しいのもあったんですけど、なんかそれじゃない寒気がすごいしました。そうですね。すごいなんかゾクゾクしてね、ちょっと怖いとかじゃなくって、もう恐ろしいっていう感じ。あ、閉まってる。ここは戦勝歴史博物館かな。今日お休みですか？いや、多分お昼休み。ああ、そういうことですね。ここに神社みたいですから、ここにかかって、あ、お供えをして、お茶とおパイとタバコ。タバコも。はい。なんか死んだ人の神社ですからね。みんな男ですから。皆さんタバコ吸ってくださいと。これからこの階段を上がって神社に行きます。戦死者の方々が眠っていらっしゃるということで、お供え物を買って進んでます。はい。あっちにヒルズ行ける。ハロー。Xin chào. Xin chào. Xin chào. How are you from? Nhật Bản. À, Ngồi Nhật Bản. À, Quay Nhật video ok. À, Sắm này. Chay. đây là bạn. Chay. Chay. chạy À, chạy. Bạn này chạy. Chay. chạy quá. やけど。やけど。燃える。あ、燃えちゃいましたかって言っちゃった。あ、星の形？あ、本当だ。向こうの電気が星の形になってる。あ、ここからだとよく見える星の形ができてます。ベトナムの国旗の形ですね。夜になったら光るのかな。周りに噴水もあるのでちょっと華やかな感じで、
はい、戦没者を祀っていらっしゃるんだと思います。ホーチミンさんが解放の発表をしたその文字が刻まれてます。こっちはベトナム人民軍を率いていた一番トップの将軍ボー・グエン・ザップさんのお言葉です。これがお線香なんですか？大きい、なんか花火みたいな形に。そうだね。チョコパイとお茶とタバコ。タンロン、タバコ。そうです。はい。ここから丘の方に行けるみたいです。抜け道なのかね、多分正面玄関ではないと思います。おうおう、ここは栄一といってフランス軍が最後まで、立てこもったというか使っていた軍事基地の跡地になります。ここに地下トンネル。わ、暗い。もう口トンネルと同じですね。でもね、ちょっと大きい口トンネルより大きいようなところです。こっち。でも全然立てない。しゃがんでじゃないと。わあ、すごい。ここが行き止まり。おお、外出た。これがベトナムの方が掘った地下トンネルですか？これフランス軍ですか？ベトナム。こっちベトナム。今入ったのがベトナムの方が作った地下トンネルで、向こうの丘にフランスの、上の方にフランスの人たちがいて、でこの地下トンネルをもう作って使ってこうじわじわと近づいていって爆弾とかをこう投げていたということで、ここにめちゃくちゃ大きい爆弾の跡があります。わ、すごい、めちゃくちゃ大きい。すごい。しかもすごい深いです。劣後してる。なんかね、ここに自然が咲いていて、人が作った爆弾でこう破壊されていくけど、自然はそのまま生きているっていうのがね、感じられますね。960キロのダイナマイトで、960キロ。5月6日の8時半に960キロのダイナマイトが落ちた。落ちたじゃなくて下から。そうか、落ちたじゃなくて下からトンネルのところから投げたかなんかして、ここが丘で一番高いところです。A1っていうのはフランスのこういう基地みたいなところが いろいろある中での記号、ここは A1、ここは A2 みたいな感じでつけていたところみたいです。で、ここは A1 の丘と言われています。最後までフランス軍が、立てこもってたというかいらっしゃった陣地という感じですね。丘の頂上付近までもこうやってトンネルが続いているんですけど、ここのトンネルはフランスの方々が作ったトンネルみたいです。でフランスもやっぱ丘に、いるから
上におったら危ないんかトンネルを作っていたそうなんですけど、向こうの方はベトナムの方が作ったトンネルということで、はい、フランスの方もフランスの軍の方もトンネル作ってるっていうのは初めて知りました。これはフランス軍の戦車かな。めちゃくちゃでかいし、ね、なんかめちゃくちゃ古すぎるわけでもないから今にも動き出しそうな感じの、はい、雰囲気のある戦車です。わあすごい、これはフランスの、ね、トンネルですね。おお、ここがヒルの地下道の入り口。こっちが入り口の方みたいです。でも神社から行きたい人はね、神社の方からヒルに行くのもいいと思うんですけど、はい、正式な入り口はこっちなのかな。どうなんだろう、なんか門閉まっとるけど。おお、人がいる。あ、こうやってここからフランス軍が町の方に砲弾とかをやって攻撃してたんだ。向こうには戦車とかもね展示されているので、はい、ディエンビエン風に来たら一番観光で有名だと思うところです。見応えもあるのでぜひ来てみてください。おじさんに言ったら自動で開きました。すごいシステム。おお、チケット買わなきゃいけなかったんですけど、ああそうなんですね。はい、皆さんはチケットを買いましょう。サーモン。あー素敵なカフェ。SII 新ちゃんカフェです。ありがとうございます。あーかわいい。マンゴーフローズン。マンゴー。お団子みたい。みたらし団子みたいな。そうですね。マンゴー大好き。マンゴー大好きですけど日本じゃ高くて食べれないから幸せ。つけて食べた方が美味しかった。クリーム。お。美味しい。ベトナム来たら1日1杯はマンゴージュースとかマンゴースムージーはね絶対欠かさないでくださいっていうぐらいマンゴー美味しいので幸せタイム。私の幸せタイムは多分5時からかな。サザエを食べに行く。サザエ。サザエ。川のサザエを食べに行く。川のサザエ。ốc ốc chán chơi mới về. Không còn bên này nữa mà, bên này mà, bên chị Đông Hải ấy. 先ほどはお昼休みだったみたいなんですけど開きましたので戦勝記念博物館にやってきました。Em di chuyển xuống dưới cô trái tầng 2 nhé. あ、すごく綺麗なところ。靴をね脱ぐそうです。うわー、何これ。すごい。一つの絵になっているそうです。戦争の時の様子がすごい細かく繊細な絵で描かれてます。あ、すいません。あー、ここに爆弾落ちましたみたいなのを絵がこう浮き出るようになってますね。音楽を聴きながら絵を見ましょうという時間です。で、ここが先ほど行きましたカストリさんの司令部があったところにベトナム人の方が旗を持ってますね。頑張って勝ちましょうみたいな、はい、ことが書いてある、そんな旗を持って戦争が
はい、勝ちましたという象徴なんだと思います。こっちはフランスの負けた人たちの様子。栄一の丘はどこですか？あ、こっち栄一だね。爆弾が本当だ。ここの丘になっているところがついさっき言った栄一の丘のところですね。大きな、爆弾落ちた後のところが爆弾で、ここにフランス軍が最後まで立てこもっていたということで、実際に現場に行った後にこうやって、まとめみたいな感じで博物館に来ると分かりやすくて、とても理解が深まるなと思います。こちらの絵はベトナムの民族の方とか、山の向こうから山岳民族っていうのかなっていう人たちが兵士のために物資を一生懸命持ってきているところです。ソ連とか中国からベトミンは物資の支援を受けていたんですが、フランス軍がそれを断ち切ろうとしてやってきて、その物資がうまくいかないということで、この方たちが一生懸命歩いて自転車使って来ていたという様子ですね。ここにダイナマイトがあるんですけど、3ヶ月前にベトナムで学校を作る最中にこのダイナマイトが土の下から出てきたそうです。それぐらいまだディエンビエン風の土の下にはこういうのが眠っているということで、びっくりですね。写真とかいろいろ展示してあるエリアに来たんですけど、とっても綺麗です。今年は戦勝70周年ということなんですけど、この博物館は60周年記念の時に作られたので、10年前のものだからすごく綺麗に、観光しやすいなという感じです。ベトナムの偉い人のベッドとテーブルの足。なんであるんですか？書いてある。この人たちが馬とか歩きとかで食料を軍人の人にあげてたっていうことですね。民族のお衣装を着ていらっしゃるヌン族とモン族とタイタイ族。これはヌンタイ。ちょっと難しい。これはサンダル。サンダル。サンダルの下。サンダルの下？サンダルって書いてある。本当だ。ここにフランス軍の人たちが飲んだっていうお酒の瓶があるんです。フランスの方々はここで戦いに来たというか遊びたかったみたいな感じらしくって、でもベトナムの人たちはフランスの人たちいたらちょっとってなって、ベトナムの方々がバーッとやると決めたらやるぞって言って39日間の激戦が繰り広げられたそうで、なのでこうやって酒盛りをしてフランスの軍の方は暮らしていたのかなという感じなのかな。ハーモニカの楽器を弾いて、でこの人は家族の手紙を読んでいる。休憩してるんですね。へー。カストリさんのお風呂？大きい。でかいからフランス人が。フランス人大きいから。戦勝博物館は戦争の悲惨さを伝えるというより、淡々とここで起きた史実を伝えるような、そんな印象でした。私が気になっていたことをディエンビエン風の通訳さんに、フランス人のことどう思いますかと聞いてみました。そしたら彼女は何とも思ってないよと答えたんです。私はその一言が忘れられなくって、自分たちの国を取り戻したいっていう思いで戦ったんだなっていうことが、その一言で伝わってきました。グエンザップさん、そういえば昨日お土産売ってるところでホーチミンさんじゃない人の顔があると思って、誰じゃろうと思っとったらボー・グエンザップさんだったみたいです。
これが建物の絵なんですけど、ディエンビエン風で戦った兵士たちがかぶってた竹製の帽子をデザインされてイメージされて作られているそうです。とっても興味深くって本当に見に来てよかったなと思った博物館でした。こういう歴史は繰り返されないでほしいですね。生茶で休憩します。生の茶葉から入れたお茶だから生茶。お、後味すごく渋い。でも爽やか。美味しい美味しい美味しいです。 nói chung là dầu mỡ ở đấy Hà Nội nó bẩn thật mà, thật sự là nó bẩn. そして次にやってきたのはこちら。はい、ここに戦勝記念の銅像が立っています。本当はね、この下の方からめっちゃ綺麗すごい景色綺麗。あそこ空港が滑走路が見えますね。私がやってきたあそこの滑走路から、はい、街まですごく近いですし、私ねその辺のホテル泊まってるんですけど、はい、そこから本当は階段を歩かなければいけないんですが、はい、フエンさんのお友達の車でここまで連れてきてくださいました。ちょっと近くに行ってみましょうか。すごい大きい、とっても大きいな銅像です。ベトナム人の方かな、旗を振り上げていて、あそこには頑張って勝ちましょうというような言葉が記されてます。めちゃくちゃ大きいなと思ったら、アジアで一番大きな銅像だそうです。すごい、もうそれだけもう勝利を祝いましょうというのがね、気迫も伝わってきますね。バックが青空なのもすごくすがすがしい感じです。後ろ側には銃持った人が構えてる、こういう状態から勝利の方に変わったんだよっていう意味を知っているのか、とっても立派な銅像です。この銅像がこのディエンビエン風の街を見渡せるところにまた立っているっていうのがね、素敵だなと思いますね。Dừa với 6 me đúng. ご飯を食べに来ました。今日のご飯は屋台のところで、屋台なんですけど、こっち見てください。めっちゃ綺麗な湖ですか？湖。しかもここの湖で採れるサザエが食べられるということではい、サザエって海のものだと思っとったけど、で川のこういうところでもサザエが取れるみたいで、もう素晴らしい景色とともにいただきます。おお。はい、お疲れ様です。ありがとうございます。ビールみたい。これで鶏の足を食べます。手？足？足。焼きたて。一個ずつ取って、はい。タレをつけていただきます。おいしい。すっごいプルプルなのかなと思ったら、そこまででもなくて、ちゃんと鶏肉の味がしっかりして、骨も食べれますこれ。おお、結構がっつりな骨なのに食べてるスープをまず、はい、いただきます。ちょっと辛いです。美味しいです。何のお出汁ですか？貝のお出汁？貝のパイナップルとレモングラス、レモンの葉っぱ。すごい深い味がします。貝を爪楊枝で、切れちゃった大丈夫。蓋食べないですよね。食べれない。蓋食べれない。タレにつけていただ
します。うん。日本でもありそうな貝の味がします。うん。ひまわりの種と通ずるものがありますね。なんかこう、通ずるって似ているところがあって、ちっちゃいのこうなって食べる感じが。あとね、このタレがいい。結構辛いんだけど、すごい彩りがあるというか、パッとこう貝が生き生きと華やかになってくれるような感じの、目が覚めるような美味しいタレです。この貝はスープを入れて飲みながら食べる。あー、おいしい。爽やかなレモングラスがスーッとして、でもほんのり甘いお汁で、でも貝もすごい弾力あってめっちゃ美味しい。これはね、うずらの孵化直前の卵がお料理になっています。チュンビンロンはよく食べる方もいらっしゃると思いますが、そのうずらバージョンっていう感じですね。見た目は羽の色とかね出てるからちょっとあれですけど、食べたらそうでもなくって、黄身が全然パサパサしてない感じの中華っぽい味付けなので、すごい食べやすいです。美容院にやってきました。これからねシャンプーしていただこうと思っておー、ここ3個あるの？すごい。結構ガシガシ。お願いします。はい。どうぞ。Em đẹp trai. Em là bao nhiêu tuổi? Em ạ, em 20 chị ạ. 20歳？若い。すごいいい香りする。どう、痛くない？はい、全然痛くないです。結構ベトナム人の方は日常的にシャンプーしに来るんですか？そう。安いからね。3万ドンだけだから安くてよく来る。いいな、日本でもそれぐらい気軽に。3000円ぐらいですね。耳洗う？耳洗う？気持ちいいですよ。耳の中ですか？耳のそんな中までは洗わないけど、外側だけ洗う？はい。洗ってみる？はい。が大地入りくすぐたいですけどね。はい。気持ちいい。一人来た。満席ですね。満席。気持ちよかった。気持ちよかった。本当に気持ちよかったです。お兄さん、優しくやってくださいました。ちゃんと言ったからね。あと耳の中洗ってもらえるなんて初めて。鳥の花が。ございます。とても気持ちよかったし、すっきりしました。本当に頭がすっきり。お兄さんたちもすごい優しくって、マッサージとかしてくださって、耳の中もすごく綺麗に泡で綺麗にしてくださって、本当はね3万ドンなんですって。田舎だから安いっていうのがあると思うんですけど、ちょっと気持ちを乗せてお渡ししました。すごいよかった。Sinh nhật乾杯。Xin ngủ thưởng thức ở trên không trên tay của bạn đấy. Jelly à? Cháu anh ấy. Không phải tiền đâu chứ. đây là lạc. 固まってる。おお。レバーみたい。いただきます。
đang thưởng thức đây. あー、美味しい。ngon quá. Ngon quá, ngon quá, bạn ấy bảo ngon quá rồi, đúng không? ngon quá. Ngon quá. なんかすごくエネルギーを感じます。生きる力みたいなのを感じる。元気になります。はい、ホテルに戻ってきました。今日は一日ディエンビエン風を観光していきましたが、いかがだったでしょうか。ディエンビエン風はあの戦いで有名な場所で、その場所は知っているっていう方はいらっしゃると思うんですけど、なかなか観光で来る機会は少ない場所なんじゃないかなと思います。そんなディエンビエン風、私が今日一日巡ってみて、やっぱり戦争関係のものが多かったので、実際にこの地で70年前まで争いが起きていたんだなというのを、本当にここで起きたんだなっていうのを実感しながら、一日過ごしておりました。今回ディエンビエン風に来るにあたって改めてベトナムの戦争とかディエンビエン風の戦いの歴史をおさらいしてきたんですけど、歴史ってね、本当に起こったことっていうのはその時の人にしかわからないし、こっちの見方あっちの見方っていろんな解釈の仕方があるので、一概にこっちがいい悪いっていうふうには言えないんですけど、実際にここに来ることで本当にこういうことが起きたんだなっていうのを感じることができたのは、私の中ですごい大きなことだったなと思いました。なんですけど、なぜかちょっと信じれない自分もいて、っていうのがディエンビエン風の街の人たちが本当に温かい方が多くって、だからあんな争いが本当にここで起きたのっていう風な信じられない気持ちも持ちながら今日は一日巡っていました。あと戦争関連じゃなくってもベトナムのちょっと田舎な街の様子を見えることができるので、ぜひ気になる方はディエンビエン風に観光しに来てみてください。ちなみに飛行機も飛んでいますので、ハノイやホーチミンからも来ることができます。というわけで今日はベトナムのディエンビエン風を紹介しました。ディエンビエン風まで来るまでの飛行機の様子や出演させていただいた桜祭りの様子は別の動画にまとめておりますので、ぜひそちらもご覧ください。最後までご視聴いただきましてどうもありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。ヘンガプライ。